こんにちは。Learn Japanese with Fun のリカです。今回の動画では前の動画に引き続きこちらの本をもとに気になる日本語について一緒に見ていきたいと思います。今回は地域によって異なる日本語7つピックアップして見ていきたいと思います。前回の動画にもお味噌汁を飲む以外の地域によって異なる表現が出てきましたね。基本的に日本語の授業で習う言葉、そして私が話している言葉はいわゆる標準語ですが、日本では標準語以外の言葉も使われていること、ぜひ覚えていただければと思います。皆さんが全国どこに行っても言葉に違いがあるということを覚えておくことで柔軟に学んだり違いを楽しんだり、様々な土地の人とコミュニケーションをしたり交流できるようになったりすると思います。早速いきましょう。地域によって使い方が異なる日本語。一つ目は手袋。手袋をつけるとき、皆さん何と言いますか？日本語の基本の授業でいろいろな動詞を学びますよね。英語では wear とか put on に相当する日本語の表現が、例えば帽子だとかぶる、ジャケットだと着る、ズボンだと履く、メガネだとかけるなどありますよね。皆さんも覚えましたか？そう、今回は手袋ですね。ちなみに私は手袋をすると言いますが、他にどのような表現があるでしょうか？これ全国的に大きく2派に分かれるそうです。関東甲信越、東海、近畿、中国、九州など広い範囲で使われるはめるやする、これが一つ目ですね。そしてもう一つは北海道や東北、信越、近畿、四国、沖縄と被ってる地域もありますね。ここでは手袋を履くが使われるようです。そして沖縄では手袋だけでなくメガネや帽子、セーターも履くを使うようです。着ることとかつけること全て履くと言えるんですね。他にも岩手県では手袋をあげると言ったり、山口県では手袋をやると言ったりもするそうです。地域によっては手袋を刺すという人もいるかもしれません。そして特に履くを使っている地域ではこれが全国共通語だと認識している方も多いようなので、これを知っておくとコミュニケーションがスムーズになるかもしれませんね。では2つ目いきましょう。今日、明日、明後日、ここまではいいですね。明後日の次の日、皆さん何て言いますか？これ私はしあさってだと思っていましたが、これもなんと地域によって違うんですね。しかもこれとっても注意してほしいのが、同じ言葉でも地域によって違う日を意味してしまうことなんです。そう、東京ではしあさってと言います。そして西日本でもしあさってと言います。ですが東日本ではやのあさってというそうです。また三重県などではささってと言ったりするそうです。私はこの言葉まで聞いたことがありませんが、ぜひ覚えておきたいですね。そして東日本のやのあさって、これ私とっても衝撃だったんです。なぜかというと、矢のあさっては私にとって、そして東京の人たちにとってしあさっての次の日なんですね。そう、東京では明日、あさって、しあさって、矢のあさってとなりますが、東日本では明日、あさって、矢のあさって、しあさってと言うそうです。これは注意が必要ですね。さらに西日本ではしあさってまでは東京と一緒ですが、その次の日をごあさってと言うそうです。さらに三重県などではあさっての次をさあさって、ささっての次をしあさってというそうです。なのでこのしあさってがいつのことを言っているのか、これがとっても大事になりますので、異なる地域の人と話す際には何日ですねというように日付を確認するのがいいかもしれません。ちなみに国立国語研究所というところが全国各地の方言の調査をまとめた日本言語地図というのを作っていて、そこでもこちらが東日本、西日本ということで結果が載っているそうです。3つ目参りましょう。キツネとタヌキと聞いて
さあ皆さん何を思い浮かべますか？そうですね、動物。まずは動物です。そうなんです。私の頭の中ではお蕎麦屋さん、蕎麦うどんのお店、蕎麦やうどんを思い浮かべます。皆さんこれ知ってますか？お蕎麦やおうどんとっても好きなんですが、つい先日もたぬきそばを食べてきました。大丈夫です、大丈夫です。たぬきが乗っているわけではありませんよ。あ、キツネだったキツネだった。私がこの前行ったところはセルフサービスで自動の発券機でチケットを買ってトッピングをつけて、そしてこのチケットとお蕎麦やおうどんをカウンターで引き換える、そういうお店も駅などで多いんですが、そこでお蕎麦を買って、そしてトッピングにキツネというボタンを押して食券を出して引き換えてきました。それがこちらです。そうなんです。これ油揚げですね。そしてタヌキというのはこんな感じ。そうです。これ揚げ玉ですね。キツネはキツネの好物、油揚げが乗っているもの。そしてタヌキの方は天ぷらが乗っているように見えますが、種がないということでタヌキになったという説があるそうです。これは関東の話でした。例えば大阪に行ったらどうでしょうか。なんと大阪ではキツネとタヌキでうどんとそばを区別しているんです。関西では揚げ玉のことは天かすといって、蕎麦やうどんのお店ではテーブルでお客さんが自由に好きなだけ入れて食べることができるようになっているのが一般的で、お好み焼きやたこ焼きにも入れるなど揚げ玉がより身近なものだそうです。地域によって食文化の違いも言葉と関わっていそうですね。さらに同じ関西でも京都では大阪とはまた違うんです。きつねというと関東と同じように油揚げが入ったお蕎麦やうどんのこと。そしてたぬきはというと刻み油揚げにあんかけのそばうどんを言うそうです。京都以外でも関東にもこのような食べ方をする地域もあるそうですので、旅行に行った時はぜひチェックしてみたいところですね。4つ目いきますよ。4つ目も食べ物に関わる言葉、天ぷら。皆さんご存知ですね。衣がついてて油で揚げた天ぷら、美味しいですよね。天ぷらは日本以外の国でも結構知られている日本食の一つだと思います。フランスには天ぷらという日本に関する雑誌がありますね。素敵な雑誌なので興味がある方はぜひチェックしてみてください。ただ天ぷらですね、なんと天ぷらという言葉がこの天ぷらではないものを意味する地域もあるんです。じゃじゃん、これさつま揚げですね。このさつま揚げは魚のすり身を油で揚げた食べ物ですが、これのことを天ぷらという地域があるんです。このさつま揚げの名前ですが、薩摩というのは現在の鹿児島県、そしてそこから全国に広まりました。石川県、大阪府、兵庫県、奈良県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、大分県など西日本を中心にさつま揚げのことを天ぷらと言うそうです。天ぷらうどんが食べたくて天ぷらうどんを頼んだらさつま揚げが乗ったうどんが出てきたということが宮崎県では起こりうるそうですね。江戸時代の後期から残っている書類にもその頃からすでに東と西での天ぷらの意味が異なっていたそうで記録に残っているそうです。ちなみに天ぷらの語源は日本語ではなく英語でもないですよね。これポルトガル語の調理を意味するテンペロやスペイン語、イタリア語の天井の日という牛肉を食べない日を意味する天ぷらから来たのではないかと言われています。天ぷらは戦国時代長崎に伝わった南蛮料理の揚げ物を呼ぶのに使われた言葉だそうです。ちなみに天ぷら一応漢字があってですね、江戸の後期に戯作者の山東京伝さんという方がこの漢字をつけたそうです。外国を意味する天竺の天、小麦粉を意味する麩、そして薄い衣という意味のら、こ
これを合わせたそうです。面白いのが、これはこの本に載ってないんですけど、私は台湾に何度か行ったりしてるんですが、台湾に天ぷらというこの天ぷらがあるんですね。さつま揚げにとっても似ています。台湾に日本から伝わったということが言えるのではないかと思います。また北海道でも天ぷらといえばさつま揚げだそうですね。ではこんな感じ。これ何でしょうか。 NHK 放送文化研究所が行った研究によると、豚汁が 54%、 豚汁が 46% とちょうど半々ぐらいに読み方が分かれたそうなんですね。そう、豚汁の方がしっくりくるってきますよね。これ訓読みですもんね。豚汁は、トンは音読み、汁は訓読み、このように読む少し特殊な読み方で重箱読みと言います。この言葉にも地域差があって、東海甲信越より東は北海道を除いて豚汁、一方で北陸、関西から西や北海道は豚汁とのことです。ちなみに地域だけではなく、例えば豚汁派は男性で若い年齢層に多くて、豚汁派は女性や年配者に多いという傾向も見られたそうです。ちなみに私は豚汁がしっくりきます。ただ豚汁と言われても違和感はないですね。レストランで豚汁と書かれていても気に留めないと思います。さあ6つ目、この料理皆さん何と呼びますか？こちらは東日本ではチャーハン、西日本では焼き飯と呼ばれています。東日本には焼き飯といって別の料理を指す地域もあるようで、混乱しないようにそのようになったのではないかという考察がされています。はい、最後7つ目、これは何でしょう？何と呼びますか？これは東はわたあめ、西ではわたがしという結果が出ているそうです。これね、私はどっちも使っていると思います。私の感覚だとどちらを言っても同じように通じるのではないでしょうか。さあ、以上7つ。皆さんどうでしたか？もちろんここで紹介したのが全てではありません。そして今日紹介した言葉の中でもより地域によって違う表現があったり傾向があると思いますので、私もこれからも柔軟に学んでいきたいと思いますし、皆さんにも紹介した内容以上の新しい発見をするきっかけにこの動画をしてもらえたらなと思います。でもそうですね、こんなにメディアが発達したり人々がインターネットでつながっている中でも、このような地域の言葉の差というのが生きているのが面白いですよね。皆さんが面白いなと思ったりびっくりしたものはありましたか？また皆さんが知っている日本語の方言や地域ごとの違い、文化でもいいですね。もしくは日本語以外の言葉でもいいですよ。ぜひコメントで教えてください。それでは今日も見ていただきどうもありがとうございました。それでは皆さん素敵な一日を過ごしてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。